20分で追いつけるアニメ「進撃の巨人ダイジェスト」。今から100年以上前、人類にある天敵が現れた。彼らと人類の間には圧倒的な力の差が存在し、たちまち人類は絶滅の危機を迎えた。生き残った人類は壁を築き、100年の平和を実現した。845年志願しなく、その100年の均衡を破り、主人公エレンらの目の前に突如として出現した超大型巨人および鎧の巨人。全ての日常は壁とともに破壊され、人類は再び巨人によって蹂躙されることとなった。巨人たちが入ってくる。目の前で母親を食べられ、自らの弱さに絶望したエレンは幼なじみのミカサアルミンと共に訓練兵団に入団する。巨人を一匹残らず駆逐してやる。104機の仲間と共に巨人を倒すための立体機動装置を学び、日々訓練に励む中、5年ぶりに超大型巨人が襲来し、トロスト区の壁を破壊。破壊された壁の穴から街の中へとなだれ込んでくる巨人たち。仲間たちが巨人に次々と捕食されていく中、ピンチに見舞われたアルミン。エレンが身を挺して救出するが、自らは巨人に飲み込まれてしまう。呆然とするアルミンとミカサだったが、そこに謎の巨人が突如出現。その謎の巨人の正体、それは命を落としたはずのエレンであった。巨人に食べられたことで巨人化の能力が覚醒したエレン。混沌とする意識の中で父親の言葉が閃光のように脳裏をよぎる。オルマリアを奪還して必ず地下室にたどり着くんだ。だがその能力に困惑し、エレンを人類の敵とみなす勢力も。エレンは自らが人類の味方であることを証明するため再び巨人化し、壁の穴を塞ぐことに成功。人類は初めて巨人に対して勝利を収めたのだった。こうしてエレンはエルヴィン団長、リヴァイ兵士長、ハンジ分隊長らの率いる調査兵団に入団を許され、間もなく壁外調査へ出発することとなった。進め。そこに現れたのは今までの巨人とは異なる特徴を持つ女型の巨人。明確な意志を持ちエレンを追いかけてくるこの巨人は、エレンと同じ巨人化の能力を持った人間のようであった。目標は憲兵団に所属して、身内に敵がいると踏んだエルヴィン団長。104機って。その女型の巨人と思わしき女性の名はアニ・レオンハート。正体を暴かれた兄は巨人化し、エレンと交戦。戦いの末追い詰められた兄は巨人の持つ効果能力を使い、自らを水晶体の中に封印してしまう。この戦いでモールシーナの一部が破損。壊れた壁からはなんと巨人が不気味に顔を覗かせていた。壁って全部巨人でできてるの？その頃他の104騎兵はウォールローゼ南区にいた。104騎兵に兄の共犯者がいると踏んだエルヴィン団長の指示で隔離されていたのだ。足音みたいな地鳴りが聞こえます。そして彼らの前に巨人が現れる。ウォールローゼが破壊されたのだろうか。それを確かめるため4つの班に分かれて調査に向かう。南班のコニーは自身の故郷ラガコ村にたどり着くが、そこは無人の村となっていた。村人の死体も避難した形跡も見つからない中、瀕死の巨人の発する声を耳にしたコニーはある疑念を抱いたのだった。その場にとどまったミケ分隊長の前には人間の言葉を話す獣の巨人が出現。その武器は何て言うんですか？ラガコ村を後にした南班はユミル、クリスタのいる西班と合流。そこに獣の巨人をはじめとする多数の巨人が襲いかかる。もはやこれまでかと思われたその瞬間、ユミルが巨人化。群がる巨人に一人奮戦する。深手を負ったユミルにクリスタは自身の秘密を打ち明ける。私の名前
ヒストリアっていうの。戦いを終えウォールローゼへと身を寄せた一行。穴がどこにもない。なんだって。巨人出現の謎が深まる中、ライナーとベルトルトがエレンに衝撃的な事実を告げる。俺が鎧の巨人で、こいつが超大型巨人ってやつだ。困惑するエレン。異変に気づいたミカサの攻撃を受け、ライナーとベルトルトはエレンの目の前でついに巨人化。意識を失ったエレンはユミルと共に連れ去られてしまう。エレンが目を覚ますと、そこは巨大樹の森。俺たちの故郷に来てもらう。どうやらライナーとベルトルトはある使命を追って壁の外からやってきた戦士のようだった。駆け引きと混乱の中で調査兵団が巨大樹の森に到着。人類と巨人が入り乱れる混乱の戦場で、調査兵団はなんとかエレンの奪還に成功。戦場から退避するエレンとミカサ。2人の前に立ちふさがったのは、5年前エレンの母を食らったあの巨人であった。ハンネスを助けるため巨人化を試みるエレン。しかしなすすべもなく惨劇は繰り返されるのであった。何にも変わってねえな、お前は。エレンの叫びに呼応したかのように、周囲の巨人たちが母の敵に向かっていく。巨人たちを操る能力、座標の力に目覚めたエレンの姿を見て、ユミルも何かを決断する。クリスタに別れを告げ、ライナーたちについていくことを選んだユミル。そして調査兵団は無事エレンの奪還に成功した。傷を負ったエルヴィン団長のもとにある報告が届く。今回出現した巨人の正体がラガコ村の住人。つまり巨人の正体は人間であると。その後調査兵団はウォールマリア奪還のため巨人の硬質化の実験を開始。作戦としては悪くない。硬質化の力を使って壁を塞ぐっての。しかし王政は調査兵団全ての活動を凍結し、さらにエルヴィンを拘束。エレン、ヒストリアは中央憲兵にさらわれてしまう。現在の王家は本物ではありません。王政に不信感を抱いたエルヴィンはレイスケが真の王家という情報をつかみ、3つの兵団のトップであるザックレーと共にクーデターを起こす。一方連れ去られたエレンはレイスケの地下礼拝堂に囚われていた。リーダーを含む子供たちも全員ここで彼の父親グリシャ・イエーガーに殺された。何代にもわたって受け継がれてきた始祖の巨人の力は今エレンの中にあるという。5年前グリシャはヒストリアの姉が持つ始祖の巨人の力を奪い、エレンに自らを食べさせた。ロットレイスは巨人化の薬を使い、エレンの能力をヒストリアに継承させようと試みるが、ヒストリアはそれを拒否。私を殺してたまるか。ロットレイスは自ら巨人化することを選ぶが、エレンを食らうことはできなかった。爆風の中助けに来た仲間を守るため、エレンは初めて巨人の硬質化に成功する。ヒストリアは父にとどめを刺し、住民や兵士たちの前で自分が真の王であることを宣言する。この壁の真の王です。その後ヒストリアは女王に即位。調査兵団は巨人の硬質化というかつてない武器を手に、全ての始まりの地シガンシナクへと向かった。俺たちならできる。成功です。作戦は成功したかに思われたが、そこには巨人の集団が待ち構えていた。新兵器雷装を駆使し鎧の巨人を追い詰めた調査兵団だったが、敵の反撃は彼らの想像をはるかに超えたものだった。獣の巨人を仕留めるためエルヴィンは新兵を率いて自らおとりとなる。俺はあいつに誓ったんだ。必ずお前を殺すと。しかしあと一歩のところで阻止され、
瀕死のライナーも連れ去られてしまう。ベルトルトは僕とエレンで倒す。そしてアルミンも人類のためその身を犠牲にするのだった。夢、命、すべて。皇室か。取った。瀕死の状態ながらも息を吹き返したアルミン。先生早く。そこに重傷のエルヴィンが担ぎ込まれる。命の選択を迫られたリヴァイ。ありがとう。こいつは悪魔になるしかなかった。もう休ませてやらねえと。こうして超大型巨人の力はアルミンに継承された。グリシャが残した言葉を確かめるため、ようやく地下室へたどり着いた一行は写真と3冊の式を見つける。そこにはこの世界の歴史が記されていたのだった。始祖ユミル・フリッツは巨人の力を手に入れ他の民族を弾圧。死後も9つの巨人に魂を分けエルディア帝国を築いた。その後弾圧されていた民族マーレが9つのうち7つを手駒に従え巨人大戦に勝利。エルディア帝国は崩壊した。始祖の巨人を継承しながらも戦うことを放棄したフリッツ王は領地であるパラディ島に三重の巨大な壁を築き国民と共にそこへ逃げ込んだ。しかし大陸に取り残されたエルディア人もいた。ユミルの民と呼ばれた彼らは収容所へ閉じ込められ差別されるもエルディア復権のため活動を始める。ユミルの民だ。フクロウが人を捕ましたぞ。復権派の一人だったグリシャは島に逃れることを拒んだ王家の末裔ダイナ・フリッツと結ばれ息子ジークを授かる。一方マーレ政府はパラディ島へ逃げ込んだエルディア人根絶のため7つの巨人の後継者を募った。持ち去った始祖の巨人、これさえ手にすれば他の巨人全てを支配しマーレを打ち滅ぼすことができる。我々の息子ジークをマーレの戦士にするのだ。マーレの戦士になるよう教育されたジークは7つになった頃両親をマーレ政府に密告。エルディア復権派は全員楽園に送られた。グリシャはそこでフクロウと呼ばれるマーレ政府の内通者から進撃の巨人の力を託される。始祖の巨人がマーレの手に落ちればエルディア人は終わりだ。臆した王から始祖の巨人を取り上げろ。それが俺たちの使命だ。我々は巨人になれる特殊な人種ユミルの民であり再び世界を支配する可能性がある。だから世界は我々ユミルの民をこの世から根絶するのだと。1度目の超大型巨人襲来から6年、壁の中の巨人は一掃され避難住民は故郷へ帰ることを許された。まあ向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか。たどり着いた海の向こう側では4年に及んだマーレと中東連合との戦争が終結しようとしていた。アギト、車力、鎧、獣の巨人の力によりマーレは勝利を手にするが、この戦いは巨人の力で全てを支配する時代が終わりつつあることを示していた。いよいよその時が来たのです。人類が巨人の力を超える対巨人兵器の開発を進める諸外国への遅れを挽回すべくジークはある提案をする。今こそパラディ島作戦を再開し始祖の巨人奪還を急ぐべきです。鎧の巨人の継承者の決定が迫る中、エルディア人戦士候補生の一人ファルコ・グライスは思いを寄せるガビ・ブラウンを守るためある決意を誓う。鎧の巨人を継承するのは俺です。そんなファルコは心的外傷を負った一人のエルディア人と出会う。始祖の巨人奪還のもとエルディア人収容区ではタイバー家当主ビリー・タイバーが全世界へ向けてパラディ島へ宣戦布告を宣言する祭事が行われることに。その最中ライナーは
ファルコに連れられ、とある建物の地下室へと足を踏み入れる。彼を待つ人物、それはここにいるはずのないエレンであった。お前たちは世界を救おうとした。エレンの目的が分からず混乱するライナー。何しにここに来た。お前と同じだよ。俺は進み続ける。敵を駆逐するまで。パラディ島勢力へ宣戦布告。タイバー家の宣戦布告とともにエレンは巨人化。聴衆は混乱の渦に突き落とされる。そこへ戦鎚の巨人が現れ、エレンと交戦。マーレの巨人が次々現れ、混迷を極める戦場の中、駆けつけた調査兵団は獣の巨人を倒し、エレンは戦鎚の巨人を食らうことに成功する。撤退したエレンらの飛行船に乗り込んだガビとファルコ。復讐に燃えるガビの銃弾によりサシャは命を落とすのだった。サシャが死んだ。拘束されたガビとファルコが連れて行かれた先に待っていたのは今回の首謀者ジークであった。3年前パラディ島にやってきたマーレの調査船。そこにはジークの信奉者である反マーレ派義勇兵が潜んでいた。目的は全てのエルディア人の解放。会いたかったよ、エレン。ジークは義勇兵と共に他の国々に100年遅れを取っているパラディ島への支援を約束。エルディア人の問題を一挙に解決する秘策が。パラディ島に残された唯一の秘策は壁に潜む幾千万もの巨人で世界を踏み潰す地ならしであると告げる。その発動条件は始祖の巨人を持つエレンと王家の血を引く巨人ジークの接触であった。義勇兵の尽力により鉄道や港が完成し、パラディ島は発展する。そして唯一の友好国であるヒーズル国と交流が始まった。ヒーズル国は地ならしを実験的に発動させ、その破壊力を世界へ見せつけることを提案。ジークは獣の巨人を王家の血を引く者へと継承。そのためには始祖王家の血を受け継ぐ巨人を維持し続けることが必要であると告げる。その計画に賛成できないエレン。地ならしの維持に我々の命運を委ねるのは危険です。調査兵団は和平の道を探るためマーレに潜入することを決めるのだが、理解しに行けばいい。それが調査兵団だろ。和平の道は断たれ、エレンは独断でマーレへの襲撃を果たすのだった。おそらくエレンはジークに操られていると我々は見ている。兵団幹部は水面下で2人の巨人の力を奪うことを画策。エレンとジーク、義勇兵を一斉に拘束する。兵団への不満が募る中、イエーガー派がザックレーの執務室を爆破。エレンは逃走する。ジークの居場所を特定する。一方、兵団の混乱の中脱走したガビとファルコは偶然にもサシャの両親が営む牧場に潜んでいた。他の孤児たちと一緒にレストランへと連れて行かれた2人は、ブラウスさんを招いたマーレ人のニコロさん。2人がマーレ人だと知るカヤの協力のもとニコロと引き合わされるのだが、お前がサシャを殺したのか。サシャに恋心を抱いていたニコロはガビがサシャを殺したと知り仇を討とうとする。そこへやってきた判事たちはマーレ人によって配られたワインにジークの脊髄液が混入されていたことを知るのだった。あなたは操られている。ミカサ・アルミンはエレンの真意を明らかにするため説得を試みるが、お前が大嫌いだった。話し合いは決裂する。行くぞ。どこに。始まりの地、志願しなくへ。その頃ジークを拘束していたリヴァイの部下が叫びの力で巨人化。リヴァイは部下を切り逃げるジークを捕獲する。瀕死のジークは初めて自らの計画を漏らす。ジークの本当の目的、それはエルディア人の安楽死計画であった。そいつらから生まれてくる命を見ててくれよ。リヴァイから逃れるため自ら雷槍を爆破させたジークは一度死の淵をさまよう。そこに
謎の巨人が現れる。シガンシナクではワインを飲んだ兵士たちは収容され、兵団は実質的にイエレナ率いるイエーガー派の支配となっていた。そこにマーレの戦士であるピークが乗り込む。私は何でも協力する。マーレを皆殺しにできるのなら。エレンは条件としてパラディ島へ侵入した仲間を差し出すよう要求するのだが、そこ。現れたのは奇襲を仕掛けたマーレの兵士たちであった。レベリオの雪辱を果たせ。ここで奴を終わりにしてやる。誰が残り誰が滅びるのか、自由を求め選んだ道はどこへ向かうのか。来いよライナー。